コロナ禍に困窮者たちはサポートを受けられず助けを求めていました。その SOS に向き合い続け、当事者と並走し続けている方々がいらっしゃいます。どのようなアクションを起こしているのかご覧いただきましょう。優しくない社会を生き抜くために。ネットカフェのネカフェ難民のネットから調べて、今所持金がもうなくて、仕事もなくて携帯も止まってるんで助けてくださいみたいな、なんかそんな感じで言ったらすぐに返事が来て。もしもし、SOS が来ていて、要するにもう携帯みんな止まってるんですよ。市川付近で車中泊の男性150円しかないと。はい、明日の12時半に道の駅市川に行きますと。お金がない時はもう車で生活したりとか、3月の初めあたりからもうポツポツと減ってって、それで今はもう本当に何入れても、派遣の仕事入れても何でもキャンセルばっかりになって、ネカフェもどんどん休業してって、もう本当にどん底に陥ってる状況ですかね。黒ですか？はい。黒ですか？黒で全然です。こないき。こないきスーパーセット。あれさ、こっちはあるか？はい、あります。で、上着とあるの？これ上着あるよね。はいはい。それでいいよね。で、とりあえず使うと、1万2000円と、虫食べてないから、その5000、一応2万円渡した。それね、ほら、ガソリンがもうほとんどないから、で、ガソリン若干入れて、ゴミ捨てて2万円返して。そう。それ瀬戸っていうことね。瀬戸ね。はいはい。チェックインが4時だから、ゆっくりご飯食べちゃって。はい。本当に助かってます。もうここまでホテルまで用意してもらって、寝るスタンまで用意してもらってるっていうのは本当嬉しくて。例えば5日間あったとしたら、5日間のうち6日以上この感じだった。昨日も。昨日やってる。昨日だけやってない。あ、昨日やった。昨日江東区行ってる。その前の日が前の日だ。その前の日がまた都内。じゃあね。また。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。まあ自分の責任なんですかね。もうちょっと長い見通しで、例えば半年1年ぐらいにどんな状態になってたらいいなと思いますか？そういうのはちょっとないっていうか、なんだっけ、なんか給付金で10万円支給するとかなんとかってやってるんですけど、あれって自分たちももらえるのかなっていうのもどうなのかわかんないんですけど、住所がないから渡せませんとかなったら、やっぱりさすがにちょっと自分たちは10万あるかないかでだいぶ変わるんで。聞こえてますか？はいはい、OK です。この間のその現状報告と問題提起もしてほしいと。労働相談の方がこの間でまた増えて、累計で1200件はいってるかなと。土曜日は新宿で食料品の配布もやってるので、それ1回120、30人ぐらいの方が来ます。無料定額宿泊所とか、コロナ対策がほとんど全くできていません。ネットカフェが休業になってしまって、かなりもう路上に押し出されているという状況です。自治体の
生活保護の窓口、そして生活困窮者自立支援制度の窓口ともに、相談者が殺到していて、対応ができないと。あぶり出されてきてるから、この間放置してきた問題が全部出てきちゃってるから、僕が危惧してるのは、今のその政府がこの層については切り捨ててもいいんだっていうふうに、なるんじゃないかとかです。はいはい。で彼女の場合は、フリーランス電気が5月5日から止まるから、それが、2万円ぐらい本当に来てくれたみたいな感じになってる。そんなことが世の中であるんですかみたいな感じになったから泣いてたよね。貧困っていうのはなんていうかな、優しくない社会の結果じゃないかな。だって優しくないからこうなったんじゃないの。東日本大震災で、仕事がなくなって、ちっちゃい時はもう貧しかったんで、今まで車の中でも生活とか全然してたんで、ただ自分がしたくないのはやっぱり路上生活まではしたくないかなと。ちっちゃい時から友達いなかったんで、そこまで孤独を感じ、お金がなかった時に孤独を感じたかなっていうところですかね。僕ら自身がやっぱり見えてきたのは、死にたくないけど死んじゃうということなんですね。生きていたいけど死んじゃうと、そういうことをやっぱりね、当事者たちが言います。次の集会の時に僕はもう会えないかもしれない。何を言ってるかというと、その支援崩壊というか、もっと我々自身も本当にこの支援の枠を広げていかないと倒れてしまうなというふうに思っています。なんで僕らが民間で基金を集めて、その現地に行って、とりあえず今日ね、泊まってくださいと、今日とりあえず飯を食べてくださいとやんなきゃいけないんでしょうか。役所に行って、今日お金がないと言ったときに、今日のね、食べるお金を渡していただけるような実際がまたおかしいじゃないですか。僕ら自身はやり続けますけど、非常にやっぱり限界があると思います。これだよね。ここ。そうだよね。木がね、茂っちゃったね。毎年ね、この日にはずっと来ようかなというふうに思ってるんでね。だからここでほらロープを引っ掛けて、その時にやっぱそういうサインがさ読み取れなかった。その原発事故で家族との分断というか、その避難することに対して、ご主人が反対をしていて、で彼女自身が、そういうね子供たちを守っていくために2012年8月にねこっちに出てきて、でその時からずっとね働き続けていたから、だからやっぱり今回のねこの災害の問題で大量にねそういうふうに路頭に迷う人がいて、路頭に迷うっていうことを言うとそのキーワード1個で
それはやらざるを得ないというかさ。っていうかすごいよね。だから現実がね。もしもし、その女性っていうのは年代わかりますか？20代で何かその困難事故ってありますか？で僕はそれは絶対その助けなきゃいけないと思ってるんだけど、死んじゃうから。ご視聴いただきましてありがとうございました。会場には、映像にも登場しておりました反貧困ネットワーク事務局長の瀬戸さん、そしてディレクターの松井さんに、ご登壇いただきます。よろしくお願いいたします。はい、今日は瀬戸さんに来ていただいて本当に光栄に思ってます。ここに来る前も六本木で SOS の連絡があって行ってらしたということなんですけども、僕は本当にこのドキュミームを始めるきっかけがやっぱり瀬戸さんのこの支援にあったんですね。先ほど見ていただいた映像の中で、撮っていた日ですね、日が、瀬戸さんと初めてお会いした日です。これはNHK の番組で、中川さんという方が、コロナ禍を撮るということで僕はカメラマンとして参加しました。でその時にやっぱりSOS 支援というものに初めて見てみて、どんなものなんだろう見ていくうちにすごく衝撃的だったのが瀬戸さんがこう困窮している方にこうよって感じでいくんですよね。どう元気みたいなお風呂入ってるって言ってましたけど、すごくなんか親戚のおっちゃんみたいな感じでそれにすごく安心している困窮者の方がそう語ってくれるんですよね。あの人はこっち側だっていう言い方を僕にしてましたけども、そういうことが瞬間的に起こる。これはどういうことなんだろうっていうことがすごく衝撃だったんですよね。でそれで帰ってからどうしようかな、僕は自分の仕事がドキュメンタリーなんだけれども今こうやって悩んでる瞬間にも瀬戸さんはあちこち行ってんだよなっていうことがずっと頭にあって、それでやっぱり問われたというかお前はこう時代にちゃんと応えて動けるのかっていうことを、もちろんそんなこと瀬戸さんは言いませんけども、僕は瀬戸さんの支援から問われて、ドキュミも始めました。はい、なんで今日はですねこの映像をだいぶ前の4月の後半から撮り始めた映像になりますけれども、そこから現在までのSOS の最前線でコロナ禍の日本を見てきた瀬戸さんが、どんな変化があったのかなということをまずお聞きしたいと思います。マイク入ってますかね。入ってるね。お疲れ様でございます。僕も結構今日疲れていてですね、実は昼からずっと茨城の方にいて、茨城の土浦かな、その仮放免で出されているその50代の男性が、僕もほら脳内出血で1回倒れてるんだけど、同じ脳内出血状態で半身麻痺の状態なんだけどもういるところがないと。で日本人が助けてるんじゃなくて、同じそのイランのその仲間たちがその家に泊めてあげていて、その仲間も仮放免なんですよね。それで、もうこれ以上具体的にやっぱりね、その財政的に厳しいと、自分も仮放免だと、そういうことがあって、具体的に何かしなきゃいけないということでね、急遽茨城に行ってました。で、なんとかね、経営団地の方に入れるようにちょっとしていきたいなという感じでその対応していて、いやその後やっぱり仮眠してから行こうかなと思ったら六本木から SOS があって、六本木の SOS は320円かな、31歳の男性で、その建築の関係でですね、1ヶ月前にその仕事の首を切られて、2週間ネットカフェと、公園そこで暮らしていると。
で彼自身は荷物何にもなかったんですよね。ネカフェで全部荷物盗まれて、免許証もないし、そのキャッシュカードもないし、全て失ってると。で来週の火曜日に、来週とあさってね、あさっての火曜日にその生活保護の申請動向をしてアパート転宅に向けてやろうと。で今そういう話をしていて、ずっとこの9ヶ月間ですね、ずっとそういう形の状態です。だから状態としては何もやっぱり変わっていないかなというふうに思っています。でこの間で言うと、やっぱりこの間昨日もね NHK でやっていて、数日前にも黒源でねやっていましたけども、本当にこの1ヶ月間で極端に女性からの SOS で 80% 以上が20代10代です。その4月の頃とは違って、いろんな層の人たちが具体的に SOS を上げてると、そういうちょっと状態ですね。でどうしても僕の映像って金配ってるんですよね。で TBS の時も金配っていて、金配りおじさん化しちゃってるんで、実は違っていて、なんていうかな、実際その SOS が来て具体的にあそこでアセスメントをやってるんですよね。今日も六本木であって大体40分間ぐらいやってます。それでどうやってその生活についてね、今後進めていくかってことについて話をして、次の行動を決めて、でその時終わって、例えば今日の彼で言うと2日後に生活保護の申請動向に行って、その後そのアパート転宅、そこまで具体的にずっとやるんで、大体その1人にそのかかる日数が大体4日間ぐらい、4日か5日間ぐらいね、普通にやっぱりかかると。それを大体僕1人で250人やってるんでね、かける4日やれば1000日になっちゃうわけですよ。それを何人も何人も1日あたりでやると、そういう人の日々が続いてますね。そしたら一時金としてただ単に渡しているわけではなく、これ次の次のステップの足がかりっていうところの、例えば生活保護の申請だったりだとか、その住む場所の提供までのここまでの期間っていうところの道筋を示してあげるみたいなイメージですよね。いや実は僕にもですね、ドキュミムをやり始めてから何か今困窮している人っていうなんていうかな、シグナルが少し感度が上がって、この人やばいなとか、そういうことが少しずつ感じられるようになってきたんですよね。で実は何回か撮影とはほとんど関係なく瀬戸さんに連絡をして、今こういう人いるんだけどということで来てくださいって言うと、本当に3時間ぐらいで来てくれて、で一緒に相談に乗ってくれたりっていうことがありました。でなんか自分の中でちょっと自分が少し瀬戸化しているというか、ちょっとなんていうかな、僕もなんか酔ってやりたいんですよね。そういう人のところに行って親戚のおじさんみたいにどうよっていうことをやりたいなと思って、これはなんか撮影につながるつながらないと特に関係ないんですけど、そういうなんていうかな、僕は瀬戸さんの活動を見てるとどういう事情であるにせよね、今この人が死ぬかもしれないんだっていうことがあるじゃないですか。なんかそこに対しての命への無条件の肯定っていうかな、これが一番大事なんだよ、生きるってことが一番なんだっていう、そこを一番感じるんですよね。こういうイベントすごく難しく喋るんだよね。でなんていうかな、やっぱり単純に所持金が例えば100円しかないとかね、そういう状態になった時に今日その公園でね寝るだろうと、で明日死んじゃうかもしれないと、そうした時に行くしかないでしょとね、僕はそれだけ実はね。でそういうふうに思っていて、そのことを積み重ねていくしかないと。それでね、今日その危機の話があったんだけど、今役所ってどんなにお金なくても絶対ねそのお金についてはその日にねお金が出ないわけですよ。でその日に何も食べれないということに対してどうやって向き合うのか、
その政治もそうだし自治体もそうだし、そのことについてやっぱりね、非常にどういうふうになるだろうということについての想像力、その問題についてやっぱり僕自身はちょっと考えているんです。だから大体夜9時半ぐらいにそのメールが来て、でそうした時に大体その所持金を見るわけですよ。今日生きていけるなというふうになったら明日やるんだけども、今日も生きていけないと。先ほどね、女の子たちが今増えていて、もう所持金がそういう状態の時に、それはもうねできませんという話にはちょっとならないなと。そのことを4月ぐらいに始めていて、今こういう状態になっていると。でやっぱりその想像力だと思うんですよね。どういうふうにその彼女とか彼が今日その公園で寝てるのか。実際女の子たちは寝ていませんよね。歩き続けてると。そういうことだと思いますよね。ありがとうございます。それこそ今想像力っていう言葉ありましたけども、なかなかこの4月とかのコロナ禍って余裕がある人っていうのがなかなかいなくて、どうなるかも分からない、自分ってなっていて、他者に対して関心がそもそもなく、自分が良ければいいっていうところで、なかなかこう他者を思いやって、この人今日どうなってしまうんだろうとか、ましてやその人のために今自分が動くっていう行動まで移すっていうのはなかなかできている人も少ないと思っているんですけども、そこの実行力に即時に移すっていうところのこの思いっていう、さっき言った通りです。そんな堅苦しいものではなく、やっぱそのシンプルにこの人が今日どうなってしまうんだろうっていうところですよね。そうやっぱり今日ね、自分自身が行かなかったら死んじゃうとかね。で僕自身毎朝本当に夢を見てんだけど、もう本当にその夢の中で、この人のところに行かないから死んじゃったとかね、そういうような夢が毎日毎日見ていて、先ほど最後のところにその原発避難者のお母さんが亡くなられたというね、そのシーンがあったんだけど、実は僕自身がその支援してきてるその原発避難の母子避難のお母さんを一回死なせてしまってるんですよ、そういう意味で。でその彼女のことがあって、やっぱり非常にね、そのこと自身で絶対ね、そのことについては繰り返してはいけないと。でその彼女自身が、要するにその苦しいと、死にたいと言った時期があって、その時に十分やっぱり駆けつけることはできなかったんですよ、ね、そのことが非常に今でも記憶にあって、そのこと自身はね、その原発事故のその彼女の自殺以降ね、自分自身がなぜかね決めてるのかなという感じはしますよね。それこそ映像の最後にも今助けに行くしかないと、そうじゃなきゃもしかしたら死んでしまうかもしれないっていう、やっぱそこのが行動するしないじゃなくてするしかないっていうところの選択肢になるっていうことです。以前インタビューした時に、瀬戸さんがこう支援に行くのは何かこう、僕が聞いたのは使命感なんじゃないか、だから全然そんなことないっていうふうにおっしゃったんですよね。で同時に言ったのが、いや支援に行こうか行く前か悩んで、本当に嫌だったら俺行かないよっていう。ただやっぱり行きたい、行って自分がそれにやりがいを感じたり、こういう言い方するとあれですけど、楽しいんだよっていう言い方をなさってたんですよね。俺はこう背広を着てる人たちと一緒にいるより、毎回こうやって SOS で出会う人たちと一緒にいる方が性に合ってるっていう言い方をなさってたんですよね。瀬戸さんにとってこう支援でこう出会う人たちとの関係っていうのはなんかどういったものなんですかね。だから楽しいっていう言い方はおかしいんだけど、やっぱり現地に行って会うじゃないですか。でやっぱり死にたくなくても死んじゃうって話があったんだけど、行くことによって、いや生きててよかったですというなるわけですよ、相手がね。いやSOSを出してよかったですと。その時にやっぱりね、今日行ってよかったと、そのことだと思うんだね、単純的にね。でやっぱりこういうふうにやっぱ来てくれるとみんな誰も思ってないわけですよ。突然ね、変なおっちゃんがね登場してね、元気みたいな形で登場して、そうした時にやっぱり随分やっぱり救われている人たちですね、心が救われた、そういうような実感っていうかね、そういうやっぱり
触れ合いというかね、そういうこと自身が毎日の日々なのかなというふうに思っていて、それだけ、だからそのこと自身が実は後で出てくるかもしれないんだけども、このこと自身は実は役所とか自治体ができない話でも何でもないですよ。ね。そのことも思いますよね。で、やっぱりみんな一人ぼっちでいて、で出会う人のほとんどがやっぱり友達がいなくて、で僕自身はさっきね、嫌とかね、いろいろやるじゃないですか。そうした時になるべくその役所的にやらないんですよね。で、なんていうかな、気軽に話せる状態に持っていって話をすると。で、ほら生活保護の申請する時にいろいろやっぱり聞かなきゃいけないんですよ。借金がいくらあるとかね、いろんな話があって、そうした時にその支援の時にその時にお金を渡すだけじゃなくて、その後が長いから、その信頼関係をどれだけ30分40分の間の中で作るか、そういう時のやっぱり関係性作りの中でそのコミュニケーションの取り方を考えるとかね、そういう感じですよね。その最初にこうポケットに小銭しか持ってない方が、その後どうなっていくかっていうことは僕はちょっとフィルムの中では触れられなかったんですけども、うまくいけば段階的にどんな風な段階でいわゆる立ち直っていくんでしょうか。ほとんどそのアパート電卓でやってます。ただ通常はアパート電卓で終わりたいなというふうに思っていたんです。っていうのは、だってその支援していてその200何十人300人400人になるとそれは大変なことになりますよ。だけども今度のちょっと土曜日にね、そういうイベントを初めてやるんだけども、そのアパート転宅した後に今回のコロナでいうと以前のその生活保護をね利用してその後仕事する、そういう道筋があるんだけども、僕らがその支援してきているその人たちの8割以上が実はね、今の段階でも仕事がないんですよ。5月ぐらいにそのアパートに転宅したそのね若い子が具体的に11月になってもその仕事が見つからないと。でどうなってるかというと、新たなね孤独孤立で何もすることないから部屋の中でずっと悶々としてるわけですよ。その状況が今頻発していて、今度の土曜日にそういうねそのお仕事作り仕事起こしネットワークの会ということをね初めて立ち上げるんですね。そうした時に出てきたのが今まで一人で生きてきたじゃないですか。だけども話がしたいということをみんな言い出してるんですよ。で特に女の子ね、女性ね。それで自分たちその苦しい思いしてきた思いを持っている私とね一緒に瀬戸が支援してきたその別のねその方がいて、その人同士で話がしたいと、そういうことが、最近分かったんですよ。今までほら支援ってその役所に行っても一人一人がその個人情報が厳しくて絶対合わせない、そういうことがやっぱりその支援のテーゼだったんだけど、この間ちょっと話してみるとみんなその何回かそういう場があったんです。雨宮かりんさんが来てね一緒にその取材するとかあるから、そうした時に楽しそうにそのみんなで会話してるんですよ。なんでお前どこでさ瀬戸さんと会ったのとかね、所持金いくらだったのとかね、どこクビになったのとかね、そういう話をしだすんですよ。でこの間会った時にどの精神安定剤が一番いいかなとかね、そういう話も含めてやってるんだけど、やっぱりそういうようなその当事者同士のやっぱりネットワーク作り、それをやっぱりやんなきゃいけないなというふうに今ねすごく感じていて、そのことを始めようと。だから要するにその個別に支援するだけじゃなくて、その本当にその苦しい思いした一人一人が横でつながり合う、そのことができればいいかなというふうに思うんです。そのことはね裏を返せば本当に一人一人のやっぱり孤立がしんどい、で支援してきた人たちと話すよりも苦しみを持った人たち同士が会話をする、
そのことの大事さ、そこが今一番ね大きな課題になってるかなというふうに思います。その経済的困窮というところ以外にも、その孤立っていう部分で不安を強く感じている状況がやっぱあるっていうことですね。はい、今思い出したのがこの最初に会った日にですね、おられたネカフェ難民として瀬戸さん駆けつけたあの人はですね、その後も僕はインタビューしていたわけなんですけど、やっぱり生まれた時から貧乏だったで、友達もずっといなかったで、友達がいた状態がないからもう欲しいとも思わないし、その人といて嬉しいとかそういうことも思わないんです。で、自分にはネットカフェが清潔でいい場所なんですと。だからそれ以上の暮らしを別にしたいとも思わなかったんですっていうことを言ったんですよね。で、僕はやっぱりそれを聞いた時になんていうかな、僕はやっぱり人間の基本的な幸せだったりとか、やっぱり人と会って話したりつながったりすることの喜びってやっぱりどんなに辛くてもやっぱあると思うし、それを飢えてるっていう状態なら分かるんですよ。ずっと派遣労働で切られてそれに飢えてるんですっていうんだったら理解できるんですけど、最初から飢えとかそういうことがないんだっていうことにすごくショックだったんですよね。やっぱりこの孤立を生んだものは何なんだろうっていうことをやっぱりずっと考えることになって、彼がもう一つ言ったのは自分のせいだと思うっていう、自分の責任なんですかねっていうことを言ったんですよね。こんなに深くある意味底辺の人に自己責任論っていうのが深く染み込んでるんだっていうこと、やっぱりこの社会が何十年もかけてこういう人を生んでしまったんじゃないかっていうふうに僕はその時感じたんですよね。なんかそれをやっぱり瀬戸さんが優しくない社会っていうふうに呼んでいたと思うんですけども、この優しくない社会でこれから生きていかざるを得ない人がいるわけですよね。そのためにどうしていけばいいんでしょうか。生き抜いていくためにはどうすればいいんでしょうか。すごいですね、質問がね。疲れちゃった。それでね、すいません。この会話をやっぱり10時ぐらいにやるというのはすごいよな。で、今ほら結局今の話ってすごくよく分かって、生き方を知らないというかさ、結局僕今ね、土曜日に週のお仕事のね交流会があって事前のアンケートを取ってるんですね。で、自分自身はどういう仕事をしていて今後どういう仕事をつきたいかというふうにアンケートが入ってるんですよ。で、今まで清掃の仕事をしていて、で次はどういう仕事をしたいって言った時に清掃の仕事になってるんですとかね。で、みんな似たようなパターンですよ。で、そうした時に聞いてみると、やっぱりそういうようななんていうかな、自分自身が清掃であれ建築であれ物流であれ、そういうやっぱ仕事しかやっぱしてきたことがないと。で、そういうなんていうかな、仕事のやっぱ選択肢とか生き方の選択肢をもともとやっぱり持てなかった。で、そういう人たちがやっぱり大半なんですよね。それで、松井さんともこの間ね、数日前にお会いした、今日見てるのかな、で話していて思うのは、例えばその女性がいて、で多くの今日どこまで言っていいのか分かんないんだけども、その子のことじゃなくて一般的にね、いろんな何人か出会っていて、性風俗のやっぱり仕事をしている子たちと池袋周辺で何人も会ってるんですよ。で、そうした時に自分自身がやっぱり昼間ね、企業にいていろんな辛い思いをした。そうした時に自分自身が救われるところがそこのね、そういう産業のところのお店しかなかったと。で、そこで生きていくんだと。そうした時に僕自身はやっぱりね、そういうそのところっていろいろブラックなところもあるからいろんな話をするじゃないですか。だけどもそこで生きていくこと自身が自分自身のやっぱりね、唯一の心の中のちっちゃな解放
なんだと、そういうふうになるわけですよ。でそうした時にその別の世界もあるとか別の社会もあるよということについて具体的にその想像させてあげられない、そのこと自身は非常にやっぱり深刻だなとですよね。だから大体ね、その後アパートテンタクやって仕事をしてる子で派遣で働いてる子はね、結局最後は派遣に戻ってくるんですよ。大体そうですね。そうした時に僕らの社会っていうのはもっといろんなね、広い意味でのいろんな社会があるのに、なぜそういうその社会についてね、広がりをね、なんていうかな、作ることについて想像を持てるような社会をね作れなかったんだろうということについては非常に感じますよね。でみんな戻ってきますよ。そこは非常に僕自身はこの間やっていて驚く。本を書くとかそういうことじゃなくて自分の実感として、だから本当になんていうかな、多分松井さんも分かると思うんだけど、本当になんていうかな、こんなことで楽しかったんだとかね、そういう話はあんまり僕は彼らだけは聞かないんだよね。ずっと楽しくなかったんだと、ね、そのことはもう本当にこの間の経験で痛感をしている。ね、そういった意味ではこの自己責任っていう言葉で片付けるんじゃなく、こう第三者であったりだとか、この横のつながりというかコミュニティ、居場所を作ってあげるっていう言葉が適切ではないと思うんですけど、新しい居場所とか新しい選択肢っていうのをやっぱ必要としているっていうことなんですか。あれじゃないかな、彼らがさ生きてる社会の中で思うのはね、さっき変人の話があったじゃないですか。はい。で変人とかダメでいいんだとかいろいろあるよね、言葉がね。でそういうこと自身もそういう話をねするとニコッとするんだよね。ニコッとするの。でダメでいいじゃんとかね、で変人でいいじゃんっていうさ、そのこと自身はね、もっともっと要するにほら決められた社会の中で自己責任っていうのは決められたルールがあって、自己責任で生きること自身がこの世の中の中で一つのやっぱりねベースになっていて、そこがやっぱりこぼれ落ちていくことに対して容認しないってことじゃないですか。でそのことのやっぱりその逆の世界をやっぱりね見せていくってこと自身が非常に大事かなと、と思うんだよね。だから僕ら自身ってほら結構その彼らと連絡を取るじゃないですか。だいたい昼間寝てるんだよ。ね、それでそのいやそういうことに対して怒るんじゃなくて、ほとんど約束破られてるからね。そうした時にそのことについてそのゆっくりお付き合いながらね、それでもいいけどさっていう話をしながら一歩一歩そのなんていうかな付き合っていくっていうかさ、そういうことってやっぱり非常に大事で、もうこの社会自身がやっぱり窮屈すぎちゃってね、そう感じませんか。で大体このメンバーってそういう意味で言うと真面目じゃなくてダメ系の人たちの集まりですよ。2日間通じてずっと言われ続けてる。だからダメでいいじゃんっていうことはなんでそのこと自身はやっぱりしっかり見せないとさダメじゃんっていう感じ、そう思うよ。で大体さ、俺大体今日夜9時半に呼ばないでほしいなと思った。すいません。やっぱり大鳥でやってもらわないとと思って。だから本当にそういう意味で言うとさ、そのなんていうかな、笑わないとかさ、そういうことってあるじゃん。これ驚いちゃうの。なんでやっぱりその本当に申し訳ないというふうに僕と会うと申し訳ないという感じになって、なんでそんなに頭下げなくていいのになというふうにやっぱ思うよね。やっぱりこう自分のせいじゃないかとか、いや僕が招いた結果だからって思ってる人っていうのはまあ多くいると思うんですよね。特例ではなく、そういった方々に向けてこう最後なんかメッセージじゃないですけど、ダメでいいじゃんって俺言ってたのよ。そうですね。ただね、いやそれでいいと思うんだけど、やっぱりねこの社会がねやっぱりね今日こういう中途半端になっちゃってるからあれなんだけど、僕は外国人の問題やってるじゃないですか。
で外国人たちが今公的支援を受けられなくて、その仮放免の人だとかそういう人たちとも付き合ってるのね。そうした時にやっぱりその差別の問題とか排除の問題がすごくあって、そのことがあってね、思うのは、今日やっぱりイランの人と会って思ったのはね、お金がないのになんか支え合っちゃってるわけよ。ね。そうした時に、いや、そのダメでもいいし、そのお金がなくてもいいけどもさ、みんなでさ、ね、やっぱり助け合っていこうぜっていうね、そういう社会がやっぱりあるからこそ、そういうことのやっぱり市民の動きがあるからこそね、政治を変える力になると思うわけで、僕ら自身やっぱり日常がそういうふうになっていかないとやっぱり社会変えられないなと思う。だって渋谷の事件あったじゃないですか、渋谷の女性が、でそうした時に何人かねやっぱり声かけをしてると思ったんだけど、本当にねそうした時にああいう事件があった時に思うのは、本当にさ、なんていうかな、何人かの人たちは声かけしてたらしいんだけど、本当になんていうかな、僕だったら本当にもうそこで出会っていたら結構最後は力ずくでやったと思う、ね、要するに話をしてで何回も話してね、そうした時にそういうことをやっぱりみんながやっぱりやれるようなやっぱり状況を作りたいなと思う。じゃないと本当にこれ変わらないと思う。でやっぱりなんていうかな、この間ずっと支援活動に入っていて思うのは、やっぱり友達いっぱい作りたいよねとかね、そういうことっていうか、やっぱり楽しく生きてほしいな、少しはね、そのことをやっぱり願ってるんだよね。やっぱりそこが一番大事かな。ちょっと疲れててすいません。すいません。本当に疲れて、本当にね疲れた。改めて本当に瀬戸さんのその想像力、そこから来るこの実行力じゃないですけど、こんなもんでいいんですか。そこで多分自分には何ができるんだろうとか、行政のことを批判するだけじゃなくて自分には何ができるんだろうとか。でも行政ダメよ。もちろんです、もちろんそうです。だからさっき言ってたけど、本当に政府とか行政は全くダメですよ。本来そこができることも今あるはずなのにっていうところはあるんですけど、やっぱ行政がダメだからっていうところで言葉片付けるんじゃなく、やっぱ自分でも何ができるんだろうって、行政がダメだったら、その行政がダメな時に国や行政の責任だけしていてもしょうがないわけであって、自分たちでやるしかないんですよ。だけどもその国、よく渡辺君に怒られてるんですね。ポステの渡辺、そう、渡辺君にはいつも怒られてるんですよ。そうなんですか。助け合いばっかりしてんじゃなくて、瀬戸さんも戦ってくれとで俺だって戦ってるよと思ってね、本当に。でも助け合うことをやって、そこでね毎日一人で死んじゃったらいけないわけですよ。そうですね。それをやりながらその問題の生きるとか死ぬの問題をしっかりね、その現場の事実として突きつけるしかないですよというふうに思います。はい、ありがとうございます。もう少し体調がいい時読んでないかすいません、遅くにありがとうございました。瀬戸さんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。